おい、開いたぞ。ああ、開いたな。なんか、拍子抜けだな。こんなにもあっさり開くとはな。これもゼロの思惑通りってことなのかしら。なんだかいいように操られてるみたいで、尺に触るわね。とにかく、この2つの部屋、どちらかに先へ進むための手がかりがあるはずよ。探しましょう。私とサンタはこっちの部屋を調べてみるから、淳平くんと紫さんはそっちを頼むわ。ああ、わかった。了解です。なあ、そういえばお前、熱の方は大丈夫なのか？はい、もう全然。ちょっとおでこ、見せてみろ。確かに、熱は下がってるようだな。心配してくれてるんですか？まあ、一応な。ところで、淳平くん。ん？淳平くんは、なんでこんなところにいるんですか？なんでって。みんながいる時に話しただろ？夜、家に帰るとガスマスクの男がいた。白い煙を吸い込んで意識を失った。気がつくと、D デッキの船室に。そうだ。でも、それって本当なんですか？は？俊平くん、私に何か隠し事してません？してねえよ。なんでだよ。だってどう考えてもおかしいじゃないですか。なんで小学校の同級生がこんなところに。それはこっちのセリフだ。お前こそ何か隠してるんじゃないのか？何かって何をですか？何かをだ。今までに付き合ってきた男性の数とか知りたいですか？安心してください。18人かける0人です。なんだか出会いがなくって。そっか。とにかく私は何も隠し事なんてしてませんよ。淳平くんと同じです。目が覚めたら D デッキの船室に。じゃあ、これは一体どういうことなんだよ。なんでゼロは同じ小学校の出身者である俺とお前を選んだんだ？そうですね。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。確かセブンさんがそんなことを言ってましたよね。ああ、言ってたな。それで？だから要するにそういうことですよ。やっぱり同級生の誰かが関係してるんじゃないかと。心当たりでもあるのか？いいえ、さっぱり。なんだよ。他に学校の関係者って言ったら担任の先生とか校長先生とか。用務員のおじさんとか給食のおばちゃんとか？どれもピンときませんね。だよな。思ってたよりも随分大きい船なんですね。ああ、全長300メートル近くはありそうだな。豪華客船ってやつでしょうか？と言っても、ただの豪華客船じゃなさそうだけどな。内装がレトロすぎるし、解雇趣味にしてはやりすぎだろう。そういえばゼロがこんなことを言ってましたよね。1912年4月14日、過去有名なタイタニック号は、氷山に激突してから2時間40分後、北大西洋に没した。この船とタイタニックには何か関係があるってことでしょうか？なるほど。確かに気になるな。何も関係がなければ、タイタニックを引き合いに出したりはしないだろうし。もしかしたらこの船、
タイタニックのレプリカなんじゃないか？レプリカ？ああ。実物大の模型みたいなもんだ。誰がそんなものを。マニアだよ。タイタニックの熱狂的なマニアだ。そんな、ありえないですよ。一体いくらかかると思ってるんですか？さあ、見当もつかないが。だが、とにかく元が取れればいいわけだろ？元？そうだ。実際に客船として運用してみるとかな。現代に蘇った豪華客船。復刻版タイタニック号、世界一周の旅。こんなキャッチフレーズだけでも、かなり集客が見込めると思うが。そんな縁起の悪い船、好き好んで乗る人がいるでしょうか？史上最悪の海難事故を起こした船ですよ。犠牲者の数は1500名以上。なんだかたたられそうじゃないですか。たたりね。淳平くんは信じてないんですか？たたりとか呪いとか。ああ、悪いが全く信じてないな。そういうお前はどうなんだよ。って聞くまでもないか。ええ、私は信じてますよ。タイタニックが沈んだのも、そのせいだと思ってますし。そのせい、っていうのは？呪いのせいですよ。エジプトの、ミイラの、呪いです。タイタニックには、ピラミッドの中から盗掘された、アモンラー神殿の王女のミイラが積まれてたそうなんです。そのミイラが曰くつきで、関わった人たちは次から次へと謎の死を遂げていったと言われています。ほら、よく言うじゃないですか。墓を暴く者には災いがもたらされるであろうとかなんとか。あれですよ。そのミイラのせいで、タイタニックは沈んだと？そうです。バカバカしい。そんなことあるわけねえだろうが。あります。なんで断言できるんだよ。その王女のミイラは普通のミイラじゃなかったんですよ。とても不思議な、信じられないような特徴があって。なんだよ、その特徴っていうのは。彼女、驚くほど綺麗だったみたいなんです。綺麗？はい。ミイラなのに？そうです。干からびていたわけでも、腐っていたわけでもなく、まるで生きているようだったとか。ああ、それってあれだろ？死老化だったっけ？死体がある特定の環境下に置かれると、体内の脂肪分が文字通りろうそくのろうのように変わって。違います。え？違うんです。死老化とかそういうんじゃなくて。じゃあなんだよ。彼女、凍ってたみたいなんです。は？凍ってた？はい。全身がガチガチに。人間の体っておよそ 60% が水分でできてるって言われてるじゃないですか。その水分が全部氷結してたんですよ。発見された時からタイタニックに積み込まれるまでずっと。凍りついたその体は砂漠の上を運ばれている時でさえ決して溶けることはなかったと言われています。そんなバカな話。信じられませんよね。でも淳平くんが知らないだけで、もしかしたら本当にあるかもしれませんよ。俺が知らないだけ？ええ。砂漠でかき氷とか、実は常識かもしれません。え？ってさすがにそれはないだろう。わかりませんよ。それもまた淳平くんが知らなかっただけかもしれませんし。砂漠の上でも溶けない氷って、そんなもの存在するのか？いや、仮に存在していたとして、それはもう、氷とは呼べないんじゃないか？なあ、淳平。ちょっといいか？あ、これやるよ。しおり？なんだよこれ。本でも読めっていうのか？ソファーの隙間に挟まってたんだ。何の役にも立ちそうもないが、かといって捨てちまうのもなんだろ？だったら、お前が持ってればいいじゃないか。俺が世界中で最も嫌いな言葉を知ってるか？
それは4つある。ホープ、フェイス、ラブ、ラックだ。希望、信頼、愛、幸運？そうだ。